そのままおお、そうすれば戻る。後ろに転がりたいボールを回転の力で無理やり前に引きずり出し、同じフォームで横下回転かけたり、そう当たる瞬間にジャイロに切り替えたり下回転に切り替えたりみたいな分だけど、そうこうすると横へ、そうなんだけど当たってから引いてあげると下回転に変わるっていう、だからちょっとじゃあ行きます。はい、博士、はい、今日はちょっとサーブの回転のかけ方をちょっといろいろ聞いていきたいなとそうですね思いまして、いろんなちょっと謎があるんで、ちょっとそれを教えていただけたらなと思います。まあなんかかけ方って言ってもね、項目もたくさん、なんかちょっと一口にかけ方もやっぱりね、選手の分だけバリエーションあるんで、そうですね、いろんなかけ方あるんで、どうですね。まずちょっと気になったのがラバーの使い方ですね。ラバーどうやったらこう、そうですね、ラバーを使ってかけるとかあるじゃないですか。まあ回転のかけ方なんで、全般的にあれですね、回転系のお話ですね。まずラケットの使い方、そもそものそのラバーの構成って考えると、まず球の飛ばし方ってラバーの表面でエネルギーを作る、スポンジでエネルギーを作る、で板でエネルギーを作るの3つなんですけど、回転のサーブは基本的に板は板の力を殺して使うものなので、そう表面とスポンジの使い方ってことになりますね。まあ実際にちょっとやってみましょうか。まずはこれが表面、ラバーの表面、おお、切れてますね。これが表面。まずはこれが表面、ラバーの表面、おお、切れてますね。これが表面で、これがスポンジ。おお、なんか勢いがありますね、スポンジで、これがスポンジ。おお、なんか勢いがありますね、スポンジで、これがいわゆるフックをかけるって言ってるもので、ラバーの表面で、打つことを薄く取るという表現してて、スポンジで打つことを厚く取るっていう表現をするんですよ。ボールの捉え方の表現ですね。で、僕なんかは回転で勝負するっていうものは回転の純度を考えるんで、もうバックリ切れるバックリきます。じゃあラバーの使い方でだいぶ変わるんですね。そうです。やっぱり表面でいくっていうのは、ボールのエネルギーを増強するのにスポンジが使えないんで、回転の量が少し減っちゃいますよね。だから表面で薄く取ってっていう選手は必然的にスイング速度を速くしていかないといけない。でもちろんスイングスピードは必要なんだけど、僕の場合はスポンジにもう完全にねじり込んでいく状態ですね。だからそんなにスイング速度がなくてもなんか切れちゃう。そのスポンジまでそういうことです。入れること、それすごくいいことですね。じゃあ力のない人は食い込ませた方が、そうですね、その方が簡単だと思いますね。かけやすいってことですね。あとでももちろん球種にもよりますけどね。でも回転の発生としては、ラバーの使い方としてはそういう差があります。もちろん
得意な方を選んでもらっていいんですけどね。はい。すごい面白いですね。はい。その摩擦の作り方ってどうやったらいいんですか、その。回転の作り方の原理にいろいろあるんですけど、まずはフック。今一番わかりやすいのがラバーのスポンジを使うってことなので、これがフックをした。フックした。ラバーにちゃんとフックがかかる状態で切り落としたと。いうことです。でこれが、回転を作る一つのヒントになってるんですけど、ラケットの傾斜を使って例えば戻るサーブ、回転では一番簡単にやる方法はラケットをひっくり返しちゃってそのまま一番簡単にやる方法はラケットをひっくり返しちゃってそのままそうすれば戻る。でこの手法が推力という力です。進行方向を切り替えてもともとこの形の角度のラケットにボールを落としたら後ろに転がり出しちゃいますよね。後ろに転がりたいボールを回転の力で無理やり前に引きずり出す。後ろに転がりたいボールを回転の力で無理やり前に引きずり出してくる。だからボールが前に進む力が緩まってくると自動的に回転の力だけが残って手元まで戻ってくると。でそういう回転のかけ方があります。短いサーブとか出すときにこの推力とかは使いますね。だから水平面でサーブを出すっていうのは今の推力っていうやつの応用なんですけど、こうやってひっくり返してしまうと長い球が出しにくくなるんで、水平の面でネット際に落ちるボールと、で水平面のままでも奥に深く球が出すことはできないので、だいたい30度ぐらいの角度で深く出すことみたいなことをうまく利用するのが推力っていうことです。右に傾けたり左に傾けたりっていうのもその推力を使ってるっていうことになります。推力なんですね。はい。ありがとうございます。これ切り方なんですけど、これどうやってそのスイングなんかありますか？なんかどういった振り方っていうか。これはもう選手の求める回転とかセンスとかとも関係があるんですけど、基本的にはこうワンスイングで持ってく、これが押し切り。押し切りっていうんですね。重心が後ろから前に移り変わるときに切る。で引き切り。引き切りって言って、ラケットを前に進めるのが押し切りで、すり上げたりするのが引き切りっていう面白いボールの種類になります。全く聞いたことないけどやってる。こっちで釣り上げていく。だから下回転に見せかける上回転とか出すときにやってるのが引き切りです。フェイクってこと？フェイクっていうことではなくて、ボールがこう上下こうするじゃないですか、トスしてから。その時に落ちてくるボールに対して上からアプローチするのが押し切りで、下から釣り上げるのが引き切り。わかりました。理解した。理解した。だからこれをうまく使ってなんかフェイクサーブみたいなのを作ってると。聞かせるとかいう時やってんな。アップダウンサーブとかこういう原理を使って回転のかけ方の工夫ですね。いずれにしてもボールに対してフックがかかるっていう方法のうちの一つですね。はい。まずは押し切り。押し切り。押し切り。そう。押し切り。切れてます。そう。で、これが引き切り。引くっていうのは体に向かって引っ張るっていうこと。普通は物を
振り回そうとするので、押していくということ。なるほど。そうじゃあ、ラケットのこの球の触り方、博士がよく触り方、そうですね、こう触った方がいいってよく言うんですけど、そのなんか触り方でサーブが変わるかなと思うんですけど、ちょっとこれをちょっと教えていただけると。ですね、回転をかけるのにボールをどこ触るかっていう質問ってよくありますよね。で、回転をかけられる可能性って考えると、まず球がサーブだから、もちろんこの卓球なんで競技で考えると自分の位置から相手のコートに飛んでいかなきゃいけないから、触らない場所っていうのがかなり少なくなるんですよ。触れない場所っていうのが正面の前ぐらい、逆側ぐらいですかなっていうぐらいで、そうすると、下回転とまず上回転から考えると、まずはボールの底辺側、で上端側、まずはボールの底辺側、で上端側、でこの今の底辺側と上端側で上側半球と下側半球とって、だからもう下回転サーブ作ろうと思ったら基本的にはかぶせる面は基本の物理ではないから、そうすると下側半球で考える。だけど下側半球ってなっても右側取るのか、左側取るのか、そしてボールの底辺も取れるし、と言ってそのボール自体を立体の箱だと思って考えると、お尻側、真後ろ触るか、右側側面か左側側面か、底辺側から触るかっていうことが起きていて、だからたくさんバリエーションがある。だからまずは下回転、となると次ラケットをちょっとでも傾けて、下側半球の右側を取ると、ボールはこのようにカーブするし、左側半球を取れば、左側側面だね、左側側面を取れば、こういうふうに回転するし、横回転だ。面白いですね。ボールのその意識、捉え方の意識で変わるんですね。で、底辺を取ったら、完全たる底辺を取ったら下回転と思いがちなんだけれども、そうですね。ちょっとそこは違うんですか。ラケットの振り方によって、ジャイロを作って、ラケットの振り方によって、ジャイロを作ったりということもできてしまうから、そうね。確かにそうだね。ジャイロ下取ってるよな。そう、逆の回転も、そういうことです。と言って、そのYGK だ。そう、バランスを変えることもできるので、触る場所っていう球の回転のかけ方とか触ることっていうテーマで言うと、もう下側半球だけでもそれだけの可能性があって、上側も例えば巻き込み系のサーブなんか作ったり、しゃくっていったり、横上回転作ったりみたいなのを考えたときには上側を使ったりもする。めっちゃ上。このアップダウンサーブとかの系統なんか上取ったりしますよね。極論ですけど、今はこっち側を使うっていうのもあるんで、僕なんかこういうサーブもあるんで、それちょっとびっくりします。裏面、こうやって裏側を使うという、でももうそういうようなボールのいろんな角度で触るってことがあるんで、もうこれも球体の面積の分だけ触れるところがあるんで、だから本当に難しいのはもう完全に相手のこっち側で球を前に出すっていうのは物理上そもそもそっち側で出してる人見たことないかもしれない。そう、ちょっと難しいですね。難しい。世間だったらすごい。そういうぐらい。だからもう触り方はもう無限大と。無限ではないんですけど、球体の分なんですけど、角度としては自由に出せますね。ありがとうございます。
じゃあこのラケットのよく博士が言ったその当てる位置とかでちょっと回転がやっぱ変わったりしたりとか言ってると思うんですけど、はい、これもやっぱりいろんな理論があるんであれなんですけど、まず基本はラケットの中央、中央で触るっていうのが、この道具の一番安定した使い方と考えるべき。いいですね、その安定した。そうで、これができた時にそのスイートスポットって言ってきちんとボールが強く跳ねるところと弱く跳ねるところがあって、弱く跳ねるところはラケットの外周なんで、それを使って、僕は切る技術を持ってたんだけど、それをあえて使って切らないとかね、そうそうね、とかね、これね、これが切れないね、でこれが切れるね、でそれがそのうまくそのラバーを使うとできるっていうことで、それが中央のスイートスポットよりもスイートスポット外の方が簡単にできるっていうことを紹介してますね。であとはその実際にこう触る場所がこの真下側にあったり先端側にあったりずれたところにあったりってすることによってラケットのこう例えばヤングジェネレーションの場合、ラケットの今これは僕のやり方ですけど、こちら側、ラケットの先端のこうなる、に当たるとこれが横下回転、これが横下回転になるんですけど、それが先端側に少しでもずれるとこれがジャイロ回転に変わったりするんで、同じフォームで横下回転かけたり、同じフォームで横下回転かけたり、当たる瞬間にジャイロに切り替えたり、同じフォームで横下回転かけたり、当たる瞬間にジャイロに切り替えたり、下回転に切り替えたりみたいなことを、その当たる場所によってラケットのこう動きの視点に対して触ったところがずれることによって回転がバリエーション違いが出るというような戦術もあるので、そのラケットの当てる場所を変えるっていうのも一つのそのサーブの切り方の中に、やり方としてありますよね。はい。ありがとうございます。はい。今そのサーブのその回転のかけ方の構造の話をしたんだけど、それに対して例えば、基本的な下回転、でこのサーブを相手に効かそうと思った時にはできるじゃなくて使うに変わんなきゃいけないから、例えば、モーションを変える、モーションを変える、そうモーションを変えることによって出てる球は下回転なんだけど、肘を上げるだけで上回転に見える。その時に確かに非常にある意味有名ですけど、それだけシンプルで基本的なトリックサーブ、よく聞くんですよね。それが今のがモーションってことですかね。モーション、これがそう実際にはこうすると横上回転系にこうなっていくんだけど、そうこうすると横上、そうなんだけど当たってから肘上げると下回転に変わるっていう、だからちょっと引くんだけど、そうこうすると横上、そうなんだけど当たってから肘上げると下回転に変わるっていう、だからちょっと一工夫するだけでサーブのバリエーションが増えていく。でそれがその例えば今モーションの話しましたけど、基礎原理がちゃんとできてれば、体の形としてはまずは王道なスタイル、一番普通の標準のカットサーブ、下回転サーブの構造が今の形で、それが次のバリエーションとしては
巻き込みだ。巻き込み系の骨格になるとか、あ、出た。バックサーブになるとか、あとはヤングジェネレーション系になるとか、でそれは骨格、でフェイクモーションがあったり骨格があったり、そのもともと持ってるそのサーブの出し方に対して、印象を変えることによってもともとの種類かける形で違うものに見えるってことで、サーブはものすごい種類になるんで、そういうことですよね。今の全部そうです、混ぜ込んでいくんですもんね。そうですそうです。だから一つのフォームで、例えば真下が出る、でちょっとずらして右下とか、ちょっとずらして左下とか、逆横、そうですね。でそういうそういうようなボールの操り方をできるようにしていくと、サーブのバリエーションがぐっと増えていいんだと思ってますね。だからもう本当に自分が気に入ったところからどんどんなるほど、もうやりやすいものからとか、そう枝葉をどんどん点数が取れてるなと思ってるやつとか、そうですそうです。まあ相手がいた方が分かりやすいと思います。そうですそうです。まあ今ちょっとそういうところをやってますね。なるほど。じゃあまあでもこれすごいですね。博士は今日言ってもらった内容が全部組み込まれてますね。そう。どのサーブも。皆さんもともとやってることを、僕なりに解説すると、一応そういうふうに部類分けされて、しっかり、そうですね。じゃあそのバージョンだからいっぱいこれでさらに出し方としてはいっぱい出せるようになる。そうですそうですそうです。でトリックサーブなりなんなりってことが出てくる。まずはこっち。そう。このフォームに見せるように出す練習。そうもういっぱい加えていくと、今はもうバリエーションいろんなことやっていいと思うんで、いろんなサーブがあって、オリジナル、もうこれで作れる。そうですね。要するに自分流に取り入れて。はい。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。